皆さん、こんにちは。あかねです。今日はなんと、多分、私のチャンネル登録者の方、全員が知ってますよね。日本語の森のゆか先生に来ていただきました。ゆか先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。もう今日本当に聞きたいことがたくさんあって、何から聞けばいいか私もちょっと、どうしようかなって思ってるんですけど、もちろんね、もう皆さん知ってるとは思うんですけど、ゆか先生、ちょっと簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？はい、皆さんこんにちは。日本語の森のゆかです。知ってくださってる方いるとすごく嬉しいんですけど、私は日本語教師です。日本語の森という YouTube チャンネルで日本語を楽しく勉強できる動画を作っています。あかね先生と同じように日本語で日本語を教えるチャンネルです。出身は日本の兵庫県です。だからいつもは関西弁を話しています。今日はちょっと関西のイントネーションで話そうかなと思っています。あと今、ベトナムのハノイに住んでいます。今、ベトナムに住んでだいたい3年くらい経ちました。英語とベトナム語ちょっと話せます。あと韓国語もハングルだけちょっと読めます。皆さん今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。では、最初に聞きたいのは、ゆか先生のことなんですけど、まずですね、大学で何を勉強されたんですか？私、大学では一応経営学部に所属していたんですけど、大学2年生の時にアメリカに留学をして、そこからもう完全に海外がすごく好きになって、大学生の途中からは経営学部の英語コミュニケーションコースっていう、ちょっとよくわからないコースに進んだので、勉強したのは経営学と英語です。でも本当にダメな大学生だったので、こんなに勉強したっていうほど勉強もしてないんですけど、はい。そうだったんですね。じゃあ、大学生の時は特に日本語の先生になろうっていうのは思っていなかったんですか？そうですね。全く職業も知らなかったと思います。JLPT も聞いたことがないぐらい知らなかったですね。そうなんですね。うん、じゃあ、日本語の先生になったきっかけは何ですか？私が日本語の先生になったのは、前いた会社での経験がすごく大きくて、私実は今転職結構していて、仕事4種類目なんですよ。4種類目に日本語の先生になったんですけど、このベトナムに来る前にいた会社で、あの、外国人スタッフの受け入れサポートをするような仕事をしていて、会社に働きに来る外国人人材の生活サポートとか、あと教育研修とかをするような仕事をしていました。で、その時に会社で日本語学校を建てようっていうことが決まって、で、そのプロジェクトを私が担当することになったんですね。その時に日本語学校っていうものを初めて知って、日本語教育とか、あと日本語教師養成講座っていうものにも会社からお前勉強してこいって言われて、勉強し始めたんですけど、私もその日本語教師養成講座がすっごく楽しくて、日本語の先生になりたいってそこで思っちゃって、その日本語学校を建てるっていうのが目的で勉強のためにいろいろやってたんですけど、ちょっと会社にすみません、日本語教師になりたいですって謝ってちょっといろいろ時間をかけて日本語教師になりました。だから前の会社のきっかけが大きいですね。そうなんですね。じゃあその前のうん、会社で日本語学校を作ろうっていう計画がなかったら、もしかしたら今なってないかもしれないということですか？絶対なってないですね。日本語学校も知らなかったので。すごい。そうなんですね。はい。もし答えられたらでいいんですけど、その今まで4回転職されたということで、どんなお仕事をされてきたんですか？最初、大学卒業して、ホテルで働いていました。サービス業ですね。次がフィリピンに行って、観光情報誌を作る仕事をしていました。実際に英語を使って情報を集めて、デザインまでする仕事をしていて、でその後が、
外国人スタッフのサポートをする仕事、その次に日本語教師になりました。すごいですね。本当にいろいろご経験されてると思うんですけど、今、ベトナムに住んでいらっしゃって、どうしてベトナムで日本語を教えようと思ったんですか？その前職でスタッフ、外国人スタッフをサポートしてた、その外国人スタッフがみんなベトナム人だったんですね。それで、私も、すごく若かったし、今よりもっと若くて、仕事でうまくいかないこととかもあった時に、もう彼らが本当に明るくて、すごく、サポートをしてくれたんですね。なんか、ゆか先生、ご飯食べたとか言ってご飯作ってくれたりとか、いつも明るく声かけてくれたりして、なんて素敵な、国民なんだろうと思って、すごく興味があったので、日本語教師やるならベトナムっていうのは決めていました。そうだったんですね。で、それで今実際に、ベトナムで日本語の森というね、とても有名なところで働いてらっしゃるんですけど、日本語の森で働くようになったきっかけっていうのも何かありますか？そう、これもすごくよく学生からも聞かれて、一言で答えにくいんですけど、最初私がベトナムに来て日本語教師になった時は、日本語の森で教えるんじゃなくて、ずん森っていう日本語センターに就職したんですね。そこは日本語の森とずん森がグループになっていて、そのずん森の方で私は YouTube の動画を作ったり、あとオフラインの授業を持ったり、1年くらいそういう仕事をしていて、1年ぐらいした時に、すごく動画をたくさん見てくれる人がいて、ハノイの街でも声をかけられるようになるぐらい、すごくこう影響があるんだなっていうことを知って、面白いなって思ってた時に、実はずん森は日本語の森っていうものもあって、こっちは日本語で日本語を教えて、全世界向けに授業をするサービスなんだっていうのを、あるっていうことで、私がそっちを担当することになりました。だから最初はずん森っていうところにいて、その後移動したっていう言い方が多分一番わかりやすいと思います。そうなんですね。今じゃあ日本語の森でお仕事されてるのはどのぐらいですか？日本語の森を始めて2年ですね。そうなんですね。2 2年で、確かアプリとかも今作られたりとか、本当にいろいろやってると思うんですけど、実際に日本語の森っていうのは、そういう教室もあるんですか？それともオンラインでも教えてるんですか？日本語の森は、もう教室は今はなくて、もう完全にオンライン、YouTube チャンネルと、あと日本語の森のネット講義サイトを作っていて、そこで授業の動画を出してる。この2つが大きなところですね。そうなんですね。多分、日本人の方とベトナム人の方が一緒にお仕事されてると思うんですけど、割合ってどのくらいなんですか？日本語の森チームだと、どれくらいかな ?3 対7か、もうちょっと少ないかな。2対8ぐらいで、日本人がすごく少ないです。そうなんですね。じゃあはい。ベトナム人の方と一緒にお仕事するときってどうやってコミュニケーション取るんですか？もう基本的にみんなすごく日本語が上手なので、もう日本語、基本的には日本語で、あと、エンジニアたちだと、日本語が話せないけど、英語が話せる場合が多いので、その場合は英語で話したり、私もベトナム語をちょっと勉強したり、ちょっと言葉を混ぜながら話したりもよくします。そうなんですね。私、日本語の森のホームページを見たときに、ゆか先生が校長先生っていうのを実はちょっとその時初めて知ったんですけど、どうですか？はい、やっぱり校長として働いていて、大変なこととか、逆に嬉しいこととかあったら教えてください。やっぱり一番顔を出してやらせてもらってるので、いつもプレッシャーは少しはあるんですけど、その分、ありがとうっていう言葉も一番前でもらえるので、大変なこともそこまでないですね。みんながすごく助けてくれるので、本当にやりやすいし、楽しく仕事はできています。なんかそう、ゆか先生のそういうなんかね、すごい素敵な性格だから多分みんな助けてくれてると思うんですけど、以前、
ライブ配信を拝見していた時に、結構毎日やってる時ありましたよね。あ、はい。あ、見てくださってたんですね。ありがとうございます。見てました。で、毎日やってるのと思って、私も時々ライブ配信やったり、まあ過去にしてたんですけど、やっぱ毎日ってすごく大変じゃないですか。そうですね。なんかあれは一つの私のチャレンジというか、その日本語の森って私が担当する前からすでに大きいチャンネルだったので、なんか自分の顔を早く知ってもらった方がいいって思ってたのと、あと自分も日本語教師になってまだ時間が経ってないので、もっと経験が必要だと思ってたので、とにかく教える経験をしたいっていうのが一つと、あとは本当に好きで続けられるか自分を試したかったっていうのもあって、もう日曜日以外は毎日やろうって決めて、あの時はもう狂ったようにライブをしてた時期がありました。本当に毎日更新することってもうすごいことだと思うんですけど、今、ゆはい。か先生はお休みあるんですか？そうですね。なんか混ざってる感じですかね。基本的には会社として土曜日、日曜日はお休みなんですけど、やっぱりYouTube どうなってるかなとか気になりますし、コメント来てるかなとか、反応どうかなとかはもう夜でも関係なくずっと気になるし、もう楽しいので、休みっていう感覚も仕事っていう感覚もあんまりないですね。うーん、確かにこう自分から、まあ、進んでやってる、こう、まあ、楽しいっうん。ていう気持ちがあれば、まあ、休みっていうこう区切りうんがなくても確かに続けられるもんですけど、まあ、本当にその日本語の森っていうチャンネルはもうとても大きなチャンネルで、まあ、多分日本語を勉強している人だったら聞いたことがあると思うんですけど、ゆか先生はこう、まあ、チャンネルを大きくするために、まあ、さっきおっしゃってた、まあ、ライブ配信を毎日するとか、それ以外になんかこう、まあ、気をつけてることとかあったら、個人的にすごく聞きたいです。一番はこう自分が楽しくないって思うときはやらないようにはしてて、やっぱりライブとか動画とかも楽しくなさそうだと全然いい動画にならないので、ゆか先生がなんか楽しんでるっていうのを見てもらうことで勉強のモチベーションが上がるっていうところを一番自分の軸にはしてるので、規則正しい生活をするとか自分の一番いいコンディションにするっていうのはいつも気をつけてます。それぐらいですね。あ、でも、すごくわかりますね。なんか、動画でゆかうん、先生見てると、本当にいつも明るく、こう、笑顔で、まあ、もちろん大変なこともあるとは思うんですけど、まあ、それを出さないで、こう、明るくやってるっていうのは、まあ、学習者が見ていて、もちろん、まあ、楽しいなって、こう、思えるところがあると思いますね。すごい。わかりました。ありがとうございます。ではですね、まあもう私なんかのチャンネルで PR することはないと思うんですけど、最近ゆか先生個人でインスタグラムも始めましたよね。あ、はい、ありがとうございます。見ていただいて。はい。なので皆さんぜひ、ゆか先生のインスタグラム、まあ、ここら辺に貼っておくので、見てください。あと何か、オンライン授業ですとか、他に PR することがあったら、遠慮なく言ってください。ありがとうございます。皆さん YouTube はいつも見てくださってると思うんですけど、本当に私の YouTube を撮ってる仕事量って全体の10%以下ぐらいで、すっごく力入れてるのは、日本語の森のネット講義サイトがあるんですけど、そこではJLPT に合格したいって思う人がちゃんと勉強できる。YouTube だとちょっと面白い楽しい動画が多いんですけど、もっとカリキュラムがしっかりしていて、しっかり勉強できる動画が、授業動画がたくさんあるサイトがあるので、もし JLPT を目指す方いたら一緒に勉強しましょう。あと最近本も作ったので、その本も登録すれば全部ダウンロードして印刷して勉強することができるので役に立つと思います。ぜひ来てください。ありがとうございます。その本っていうのは、そこに参加すれば無料でダウンロードできるんですか？そうですね。最初は売ろうかなとかもいろいろみんなで考えたんですけど、やっぱり学習者が世界中にいて本を届けるのが難しいなっていうことになって、まあ紙の本もそのうち印刷して出版はしようとは思うんですけど、今は日本語の森に登録すれば
資料をダウンロードできるようにしています。すごくいいサービスですね。学習者にとってはすごくありがたいんじゃないかなって思います。はい。じゃあ、ゆか先生、今日本当に私、もう、インスタグラムでメッセージしたじゃないですか。もう、はい、ありがとうございます。返信来ないものだと思って、でも、ダメ元で、送ったら、もう本当に快く、もう動画も、出ますって言ってくださって、もう本当に感動しました。今日はありがとうございました。いや、こちらこそですよ、本当に。あかねさんからメッセージ来た、みんなって。LINE 送ってみんなに。嬉しかったです。こちらこそ嬉しかったです。で、さっきゆか先生がおっしゃってた、日本語の森のサイト、概要欄の方に貼っておきます。あと、ゆか先生のインスタグラムも、概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてください。はい、じゃあゆか先生、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日はここまでです。また会いましょう。バイバーイ。バイバイ。